ジャンクの海からこんにちは。東雲はつりです。2021年の11月から YouTube を始めて7月で丸8ヶ月が経ちました。動画も30本を超えたし、そろそろ暇な時に連続再生で回遊してくれる人がいてもいいんじゃないかなと思うわけです。そこで今回は上半期って言ってますけど、2021年の10月の動画から5月くらいまでの28個の動画の見どころを振り返ってみたいと思います。最初の動画では机を作っていました。最初の動画を今見返してみると、声の品質がめちゃくちゃ低いですね。動画の喋りのテンポとかも今と全然違いました。実は最初から AR 動画をやっているんですけど、今の AR 動画と比べるとびっくりしちゃいますね。最初に作るのが机ってどうなんって思いますけど、本当に机が使いにくくって部屋が片付かなかったんですよね。二つ目の動画は Chromecast とか Fire TV を車のナビに改造する動画ですね。スマホをナビにする方が簡単なんですけど、リモコンが使える UI が使いやすいので、こういう風にしてます。最近肩甲骨が凝るとか言ってて笑っちゃいましたね。Chromecast はナビを動かすにはスペック不足なんでね。あれからずっと Google TV 系のデバイスが発売されるたびにスペックノートを見ています。いいデバイスが出たらまた続きの動画をやる予定なので楽しみにしていてくださいね。3つ目の動画はメルカリさんで買ったパーツを使ってビールサーバーを組み立てる動画です。前後半に分かれていて、前半はずっとビールサーバーの仕組みとか種類の話をしていて、ビールをついで終わります。後編の動画では、このビールサーバーのお供として、車のエンジンルームにインバーターを設置して、どこでも揚げ物ができるようにフライヤーを動かしていきます。外でビールを飲むのにいい時期になってきたので、釣りをして揚げ物をして、ビールの向かいとかもやりたいですね。一人じゃ樽開けるのしんどいですからね。5つ目の動画は、バックフォーブラッドが下手くそなのをキーボードのせいにして、専用コントローラーを作った回です。最近は不規則な生活のせいか、友達と全然波長が合わなくって、せっかく作ったのに全然やってないですね。ソロ稼ぎが難しい点とかも改善されたらやろうかなって思ってたんですけど、まだダメそうです。6つ目の動画は、溶接に初挑戦して、キッチンのカウンターに乗ってるプロジェクターを高いところにぶら下げる台を作る回です。スポットライトプロジェクターみたいな変なプロジェクターを使ってる人も少ないので、誰が見て面白い年間はありますけど、溶接のインストラクション動画にもなっていて、作る工程は楽しめるし、溶接をする VTuber って他にもいるんですけど、あんまり溶接しているところを動画に撮らないので、一つジャンルを確立した感はありましたね。この動画のインパクトもあって、ちょっとチャンネルが伸びたり、VTuber スタイルさんに掲載されたりしました。この辺から声が安定してる気がしますね。7つ目の動画は、初りが大好きな京都のパン屋さん、玉木亭さんのスピンオフ、くにゃーねのお店に行く回です。くにゃーねのお店の動画は全然ないので、この動画は結構伸びましたね。お友達の VTuber の温かい湯さんも言ってくれて、サクサクすぎて笑ってましたね。ほんと家に持って帰った後でも笑っちゃうくらいサクサクなんですよ。京都か首都圏に住んでる方は、ぜひトライしてみてください。8つ目の動画は、ブランドをスイッチボットで揃えて、家の中をスマートホーム化する動画です。スイッチボットはアプリが洗練されてるし、一つのメーカーでいろんな自動化デバイスが揃っているので、超便利です。でも、Bluetooth で動くデバイスと Wi-Fi で動くデバイスの2種類があるので、トラブルもちょっとありました。この動画は全然伸びなかったんですけど、IoT を家に導入するのであれば参考になると思います。9つ目の動画は、初りの大好きな京都、滋賀に展開するラーメン屋さん、味の名門のラーメンを再現する動画です。
やみつきになる唐揚げの作り方も紹介されてますよ。10個目の動画は、初利が YouTube を始める前にリフォームをプロデュースしたお家の作業記録を見る動画です。お風呂を基礎から建てたり、AR 動画が一番よく撮れてる回でしたね。11個目の動画は、初利が焼肉を食べてきて、こうしたら美味しいだろうという理論をもとに、最強の焼肉をする回です。焼肉好きの方は要チェックですよ。12個目の動画は、オールドアメリカンでインダストリアルな家具作りに挑戦する回です。この動画で作った棚は、今まで作ったものの中ではかなり見栄えがいいものになった気がしていて、気に入っています。インダストリアルな家具はこれからもちょいちょい作っていきたいですね。13個目の動画は、お気に入りの車の電動シートをお家のデスクの椅子に改造する動画です。電動シートなので、座りながら寝たり起きたりできて、これもなかなか作ってよかったもののうちの一つですね。14個目の動画は、いらなくなったオーブントースターをラクレットマシーンにリメイクする動画です。夢の半円ラクレットをお家で体験するのは楽しかったです。初めてラクレットチーズを買ったんですけど、意外と長持ちするので、まだ一かけらだけ残っているんですけど、カット済みじゃないことのメリットを感じましたね。15個目の動画は 3D プリンターでうずらの卵を孵化させる試みです。生まれたうずらは今も元気にしてますよ。16個目の動画はスノーボードの AR 動画を撮ってみようという趣旨の動画です。スノーフィートっていうショートスキーも試してみました。17個目の動画は車にソーラーパネルをつけて初利がクラウドファウンディングで買った超パワフルなアウトドアバッテリーに充電して作った電気を使って野草の天ぷらを作る回です。野生の大根が意外と大きかったり野草が意外と美味しくて発見のある回でした。18個目の動画は釜のコーティングが剥げてきちゃって買い替えていらなくなった炊飯器を低温調理器に改造する回です。専用の機能がない炊飯器だとなかなか狙った温度を出せないので作るのが難しくなっちゃうローストビーフとかヨーグルトを作りました。ローストビーフは今までで一番美味しそうにできて見応えがあると思います。19個目の動画は神奈川県の漁業権のない公園で干潮の夜中に食べ物探しをする動画です。夜中の公園でも意外と色々撮れるのですごく楽しめました。20個目の動画はお気に入りのイヤホンをモジュール化して気分に合わせて Bluetooth ヘッドセットにつけて遊ぶ動画です。後で見返すとリスニングのレビューがカオスすぎてなんか笑っちゃいました。21個目の動画はうずらが大きくなってきたので鳥かごを作る回です。100均のワイヤーネットとサリュの小物を組み合わせておしゃれっぽいかごを作りました。22個目の動画は初利がバーベキューをする時の余興、インターネット起こしについて解説する回ですね。インターネット起こしというのは暖炉用の発電機をロケットストーブにつけて Wi-Fi ルーターを動かしてアウトドアでインターネットを自給自足する遊びなんですけど、なかなかうまくいかないので発電機にぴったりサイズのロケットストーブを自作したりするのがこの回の見どころです。23個目の動画はスノボ動画第2弾なんですけど、前回の経験を踏まえて景色とか AR の綺麗さがアップデートしています。とってもいい天気だったので、なかなか見応えがあるんじゃないかなと思います。24個目の動画は、作業机で大きい液晶モニターの扱いが難しかったので、電動モニターアームを作って、工作するときは上の方にモニターを避難させられる仕組みを作りました。ソニーさんみたいな名だたる企業で利用されている工場用のアクチュエータがどんな感じで送られてきて
どんな感じで動くのかが見どころです。25個目の動画は DIY の歌です。連続再生で出てきたらなんか違うなぁと思って限定公開にしてるんですけど、ここのリンクから飛ぶことができます。初りが歌います。26個目はソーラーパネルを屋根につけて本格的なソーラー発電システムを DIY する動画です。1枚だけソーラーパネルをつけたらどんなことができるのか試してみています。27個目の動画は初りの地元の滋賀県に帰省した時に東雲初りゆかりのお店をいろいろ回った時の Vlog 動画です。滋賀県や京都に行くことがあればぜひ参考にしてみてくださいね。最後、28個目の動画は、海外製のダンスレボリューションのコントローラーがなかなか輸入できないので、自分で作っちゃおうっていう動画です。AR 動画もよく撮れているので、ぜひ見ていただきたいですね。今回は、過去に撮った動画の掘り起こしをしました。半年とちょっとですけど、なんかいろいろ作ってましたね。皆さんが好きな回、これもっとやってほしいなっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてくださいね。最後に、紹介した順番で再生するリンクがあるので、ぜひ見てみてくださいね。次回は、久しぶりに自作 PC を作りたくなったので、見て楽しめる盆栽 PC を作ってみる予定です。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。